おかえりなさい。幸せの脳へ。今回も意識変容の仕組みについてお話しします。このカードは思考を見る。意識を胸の中央にある意識の座へ移動し、その位置の細胞や神経に馴染んでくると、思考とほんのわずかでも距離が取れます。そこで思考を消す最大のチャンスが現れます。思考を見るのです。頭と胸の位置2箇所に同時に意識を向けるのは難しいので、まずは胸の中央を指で押さえて意識を向け、静かに思考を待ちます。なんだか疲れたなぁとか、こんなんでいいのとか、難しいよというような言葉の思考が頭に浮かぶ。その瞬間を目撃するのです。思考の内容ではなく、ポッと浮かぶその瞬間です。頭蓋骨の内側の特定の場所か、思考バリアのドーム状の空間の外から流れ込んできます。思考バリアの丸い空間をイメージし、思考が浮かぶ空間的な位置、浮かび方、流れてくる言葉が頭の中の声に変わる寸前に見ることができると、あなたが思考しているのではないという真実と直面します。体感するのです。それはただ勝手に流れてくるものであって、それらしい内容、それらしい文脈で流れてきますが、あなたが思考しているのではなく、やってきた思考にあなたが乗っかっているのです。かつて私も同じようにチャレンジし、その瞬間を見て、これ本当に思考って私じゃないんだ。別のものなんだ。と激しく体感しました。そして胸の中央の意識の座にいることに集中し、思考が浮かんだら一旦却下してお腹の中の直感に聞き直すということをやりました。そこから半年ぐらいかかりましたが、思考は完全にぐれて家出しました。流れてこなくなったんです。そして意識の変容が始まり、意識は小さく小さく小さくなりました。その分代わりに生命が私を満たし、そして神様がすぐ近くで見ていてくれることに気づきました。つながっていたのです。このカードは生命です。生命について書こうとすると言葉が出なくなってしまいます。すべてであるということは語れないということです。切れ目なくつながり合ったすべてをどうやって語ればいいのでしょう。体感で書いてみます。私は今、自身の体の胸の中央あたりにいて、そこから四方八方に無数の神経のような線を体に伸ばしています。子供がお母さんに両手を伸ばすようにです。昔は常に頭で考えて正解を探していました。今はこの神経のような線で問いを体に送り込み、言葉にならないかすかな反応に耳を傾け続けます。やがてそれは私の意識の中でまとまり、形になります。この言葉によらない対話を自分が起きている限りやっています。きっと眠っている間もやっているのでしょう。今の私にとって考えるという行為は、体全体を使って問いを響かせるという形です。生命はそこにあります。
果てがなく広大な空間のように感じます。けれど、満たされていて、とても強い。そしてもう言葉にならないのです。このカードは、古都投影です。生命、エネルギー、大いなるすべて、宇宙、神。言葉にならないそれ、巨大すぎて表現できないそれを何とか表現しようと、人はずっと苦闘してきました。私たち自身も生き物ですから、とても身近でありながら、全体像はどうしてもつかめません。私たちの頭蓋骨の中にある大脳のうちの左半分、左脳は目から取り込んだ視覚の中の物と物の間にある線を強く判別する機能があります。これとこれは別のものと線引きする認知能力なのです。一旦線引きをすると切り離す前の認知になかなか戻れません。とっても頑固な能力なんです。そして私たちにとって厄介なことに、外なる世界を切り離すと同時に、常に自分という意識を生命から切り離すのです。そう、生命と個の意識を分ける、霊の意識の隔壁を作り出してしまいます。2匹の稚魚の弱い方が噛まれて小づかれて追い回されて痩せた姿で死ぬとき、私の左脳は自分を投影します。かわいそうに、せっかく生まれてきたのに、こんなに小さいのに、もっとたくさん餌があればいいのに、強い方が意地悪しなければいいのに、誰かが守ってあげればいいのに。もしも左脳の視野が線で分けることをやめたら、そこに2匹の稚魚は存在しているでしょうか。このカードは DNA です。先ほど出てきた2匹の稚魚の精子を生命の側から見てみます。個のもつれの中にいる私の意識からは、別々の存在に見える稚魚には、両方にまたがる一つの生命があります。その生命は強い方の DNA が残せたことに満足しています。これは弱い者は死んでもいいという話ではありません。死んだ方は別の方向性の DNA を試していたのです。しかしそれは川の状況や川を取り巻く環境の状況には合わなかったのです。生命は常にあらゆる方向を試しています。DNA はこの地球上での主たる実験道具のようです。生命があらゆる可能性を試していること、そのものの具現化が DNA です。そしてそれを用いてできるだけ複雑に多くの種類、多くの段階を経て最大級の生命が流れるよう調整している巨大な知性があります。その知性が最も喜ぶのが乱数的存在です。予想外の影響をもたらすものです。DNA そのものの乱数的変異も大きな価値があります。ワンネス生命は巨大で切れ目のないつながり合う知性です。私たちが自然と呼ぶものとはかなり違います。感情があり、知性があり、個性があります。すべてを愛し、楽しんでいるのです。